男からどう見てもデュランダルなのに自分は妹のオートクレイルだと言い張りお嫁さんにふさわしい馬娘を紹介するというので話を聞くだけ聞いてみたらデュランダルを紹介されたジュラトレ。ジュラトレさーん。おっと、この声はジュランダルだな。あれ？でもジュランダルだったら俺のことをジュラトレとは呼ばないはずじゃ。こんにちは。どうかなさいましたか？どうかなさいましたか？ジュラトレさん。が気に入って言いかけた？俺の気のせいか？気になることがあるのでしたらご遠慮なくどうぞ。いや、なんというか。俺を呼んだのは君なんだよね。はい、私です。ジュラトレさんって呼んだよね。はい、呼びました。どうしちゃったの？ジュラトレさんって呼び方だとまるで君がジュランダルじゃないみたいじゃん。その通り、私はジュランダルではありません。どういうこと？私はジュランダルの双子の妹オートクレイルです。つい先日トレセン学園に転入してきました。ジュランダルに双子の妹さんがいるなんて初耳だな。おや、姉から聞いてはいませんでしたか？そうだね。まあ騎士には多少の秘密があった方が心惹かれるものですからね。ちょっとそれはよくわからないな。オートクレイル、獲得賞金9784万円。実在するのか。剣の名前の馬はそれなりにいるからな。ローランのお宝ならジョアユーズもいるな。つむつむと3歳新馬戦で勝ってる。それだけだが。双子の妹を主張してるのはデュランダルを振るうローランの親友オリビエの愛犬がオートクレールだからかな。愛犬の間違いでは。確認だけど本当に妹さん、デュランダル本人じゃないの？いえ、私はオートクレールです。デュランダルではありません。そう。いくら双子だからって見すぎだろ。声もそっくりだし。でもまあいいか、付き合ってやるか。それで、その妹さんが俺に用事かな？そうなんですよ。非行じゃないか。ありがとうございます。実は姉から聞いたのですが。なんでもジュラトレさんは彼女がいないとか。それだけだと語弊があるな。よく聞いてくれジュランダル、俺は彼女がいないんじゃない。俺は仕事に打ち込んでいるだけなんだ。私はオートクレールです。そういう設定だったな。5本。ともかくそこを勘違いしないでほしいとジュランダルにも伝えておいてくれ。その必要はありませんよ。なんだって？ジュラトレさん、そのような強がりはもう不要です。強がりちゃうわ。まあ聞いてください。今日はジュラトレさんにとっていいお話を持ってきたのです。ジュランダルの妹さんが俺にとっていい話を持ってくるってどういうこと？姉の担当トレーナーさんがお困りなのであればそれを見捨てることなどできませんよ。騎士道的に考えて。君も騎士馬娘なんだね。はい、姉の影響で。そんなことある？現実を受け入れてくださいジュラトレさん。ともかく立ち話もなんですからトレーナー室に行きましょうか。それはいいんだけど。俺のトレーナー室わかるの？迷いなく歩いてるけど。聞く？やっぱりジュランダルなんじゃ。違います。姉から場所を聞いているだけです。まあいいけど。そもそもジュラトレさんの人生に彼女なんて必要ありませんよ。ひどいこと言うね君。さっきも言いましたよ。現実を受け入れてくださいと。いや、アスリート馬娘としてその言い分はわからんでもない。彼女に鬱つを抜かす暇があるなら担当馬の勝利のために時間を使えと言いたいんだろう。でもジュラトレさんさっき言ってましたよね。俺は仕事に打ち込んでいるだけなんだって。言ったけどさ。そんな揚げ足取りしなくてもいいじゃん。勘違いしないでください。私の提案は救済なのです。救済？ジュラトレさんに彼女が不要というのも語弊がありますね。つまり？姉から聞いています。ジュラトレさんはとても素晴らしいお方だと。それは嬉しいね。そしてそんな素晴らしいお方がどこの鹿の骨ともわからない女に騙されてしまわないか心配でもあると。それは余計なお世話だよ。そこで、この私がジュラトレさんのお嫁さんにふさわしい馬娘をご紹介します。お嫁さんを迎えてしまえば彼女なんて不要でしょう？つまりそういうことなんですよ。妙なことを言い出したな。安心してください。私も騎士の端くれとして公平を期するつもりです。姉びいきなどはしませんので。嘘だぞ。姉を代馬するに決まってるぞ。別に代馬とかではなく第三者として公平に判断してデュランダルなら問題なかろう。疑うわけじゃないけど本当に公平なの？もちろんですよ我がジュラトレさん。
今はガキにって言いかけたよね。いいえ、気のせいです。そんなことよりもこの剣を持ってください。うん。そしてここに6枚のカードを伏せますのでその剣をかざしてください。こうかな？すると運命の騎士娘が自然と剣に吸い寄せられます。ちょっと待ってくれないか。どうしました？騎士娘って言わなかった？言いましたが。おかしくない？明らかに特定人物だよね。そんなこと言ってるうちに1枚のカードが剣に吸い寄せられてます。ジュラトレさん、そのカードをめくってみてください。どうせジュランダルだろう。なんと、我が姉ジュランダルがジュラトレさんの運命の相手だったとは驚きました。どう考えてもイカ様じゃんこんなの。いいえ、イカ様ではありません。これは西洋の大騎士時代から伝わる騎士の嫁入りという儀式です。騎士力の高い馬娘と主君力の高いトレーナーを結びつける古き時代からのマッチングシステムですね。そこに私の手を介入させるなど不可能なんですよ。嘘じゃん。これもマグネットとかそういうの仕込んでるみたい。そうですか。我が姉がジュラトレさんのお嫁さんに。担当同士でそういう関係になるのは倫理的にどうだとかいう話もありますが私は全然いいと思います。聞きなさいよ、人の話を。ジュラトレさん、ここは冷静に考えましょう。冷静にって。身内びいきにはなってしまいますが姉は有料物件だと思いますよ。忠義よし。実力よし。家事よし。世と義よし。美貌よし。そんな姉がジュラトレさんと結ばれたのならそれは人類史上におけるベストカップルですね。遅延やめろ政権。さらっと世と義とか言うな。お顔立ちも美少女な上にスタイル抜群なのは事実。お嫁さんにしたい。俺はカレンちゃんがいい。カレンちゃんはお料理が。おっとジュランダル、もう茶番は終わりにしよう。私はオートクレイルです。しつこいな。ここで追加の情報をお耳に入れましょう。追加情報？実は前々から話題になっていたんですよ。姉とジュラトレさんってお似合いだと。どの界隈で話題になってるのさ。私とマイロード界隈です。そう。ちなみにマイロードにアンケートを実施したところ結婚するなら姉のような馬娘がいいとのことでした。結婚したい馬娘堂々の1位を獲得した我が姉ジュランダルをぜひお嫁さんにお迎えしてあげてください。一人にしかアンケートしてないでよくもまあ堂々の1位とか言えたもんだな。よくある弊社独自の調査ですとかとほぼ一緒だからセーフ。でもさ、ジュランダルって寝相悪いんだよね。そんなことはありません。あれは完成された寝相の悪さです。どういうこったよ。確かに一般人からすれば寝相が悪いと評されるかもしれません。しかし極まった寝相の悪さはもはや美です。それに姉は抱き枕性能が高いんですよ。おすすめできます。やめてよ。妙なアピールかい。ジュランダル枕のここがすごい。その1、中心。その2、可愛い、柔らかい、料理が得意、嫁適正二重丸。自分で可愛いとか言うのは俺はどうかと思うよ。私は姉の話をしているのです。勘違いなさらないでください。その3、ほっぺがもちもち、いつでもお楽しみください。その4、ナイトの良い匂いがします。相性バッチリと富士山のお墨付きです。その後、添い寝もか、24時間お守りします。その6、お嫁さんになれる、家事はお任せください。その7、子供が作れる、卒業まではお待ちください。もういいから。まだ始まったばかりですが。いいから、わかったから。それはつまり我が姉をお嫁さんとして迎えると？いや、別にそういうわけじゃ。ですよね、我が姉こそジュラトレさんにふさわしい。そうと決まれば早速式の日取りを決めましょう。君は妹なんだろ？君が決めることじゃないだろ。大丈夫です。姉とはリアルタイムで機種通信を行っていますので。なんだよそれ。止まったカレン。いいとこで邪魔が入ったわ。騎士が君主の妃とか身分違いも甚だしいと思います。カレンさん、この現代社会でそんなことを言っているの？時代に取り残されるわよ。時代とかカレンわかんないけど。でも、お兄ちゃんはカレンと結ばれるってそう決まってるのだけは確実かな。なんですって？我が君は私と結ばれるの。カレンです。私なの。カレンです。私。カレン。ぐぬぬぬぬぬぬ。ぐぬぬぬぬぬぬ。なんだったらレースで決めたら？二人とも短距離走者だし。
いいでしょう。力ある者が我が君の隣に立つべきであると実力を示せばカレンさんも納得するでしょうし。こっちのセリフですー。では行きましょうか、カレンさん。はーい。最後は我が君って言っちゃってたな。おっと、手綱さんからか、業務連絡かな。もしもし、お疲れ様です、手綱さん。新しいラーメン屋がオープンするから一緒に行きませんかですって。なるほど、トレセン兼プロジェクト関係ですね。え、仕事の話はプライベートでですか？もちろん、喜んでご一緒させていただきます。まあ大の大人が教え子を嫁に迎えるとか基本的にはありえないからな。でも我が君ってお世話されないとダメなタイプだからデュランダルじゃないとダメそうではある。手綱さんもハローさんも尽くしてくれるよ。ほなそっちでええか。彼女にするならメイケイエール、結婚するならカレンちゃんかな。審査ポカの手綱さん美しくて好き？結婚して。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。